はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。ホルモン島田チャンネルへようこそ。第1のルールは島田のことを口外するな。第2のルールは島田のことを口外するな。今日はこれからぶっちゃの裏の顔をお見せします。それでは早速やっていきましょう。今日はブッチャーの裏の顔をお見せします。実はブッチャー、ラッシュが大好きです。あのカラフルな石鹸を見ているとワクワクしますよね。いろいろな香りがあるのも選んでいて楽しいです。ということで今日は石鹸作ります。焼肉屋が石鹸？なぜ今日石鹸を作ろうと思ったのか説明します。昔、ファイトクラブというブラッド・ピット主演の映画がありました。厳密には主演ではないですかね。最近たまたま見る機会がありました。ストーリーは長くなっちゃうので、気になる方はぜひ映画を見てみてください。そのストーリーの中で、送信クリニックから盗み出した人間の脂肪が原料の石鹸が出てきます。なるほど。人の脂肪で石鹸ができるのか。確かに脂肪酸とアルカリでできるから脂肪なら何でもできそうです。じゃあ牛脂でもできるのかな。そんな疑問から今日は牛脂石鹸を作ります。早速材料を集めてきました。こちらが今回メインの牛の脂です。この脂身を熱して脂だけを取り出します。活性ソーダと精製水です。活性ソーダは劇薬なので通常の薬局などでは売っていない場合もあります。購入時には身分証明書と印鑑が必要です。そんな劇薬だからさぞお高いのかと思いきや、まさかの380円という激安価格です。工業科学科だった高校時代を思い出します。友洗いってワードが懐かしいと思える人とは仲良くなれそうです。まずは細かく適当な大きさにカットします。石鹸とは脂肪酸とアルカリでできた物質のことです。石鹸は紀元前3000年頃にできたと言われています。古代ローマ時代の初め頃、サポーという丘の神殿で羊を焼いて神に備える風習がありました。この羊を火で炙っている時、滴り落ちた脂肪が木の灰に混ざって石鹸のようなものができたそうです。ちなみに英語でのソープはこのサポーから来ているそうです。この話を聞いた時になぜかピータンが誕生した話を思い出しました。ピータンとはアヒルの卵を木炭や灰、塩などと混ぜて発酵させた食べ物です。中国に繁盛しているお茶屋さんがあり、人手が足りないので店主はお茶を入れた後の茶葉をいろりの灰の中に捨てていたそうです。この店主はアヒルを何羽か飼っていて、そのアヒルがいろりの中に卵を産み落としていたそうです。その卵が灰の中に埋もれたまま時間が経ち、ある日掃除をしている時にその卵が発見されます。殻を割ってみると黒光りした独特の匂いの卵ができていたそうです。今でこそ当たり前のものもどうして誕生したかを調べると面白いですよね。次に中華鍋に肉を入れて火にかけます。少し水を加えて温めていきます。徐々に油が染み出てきます。かなりの量の油が取れました。この油をザルでこします。次にキッチンペーパーを使って再度よくこします。綺麗な牛脂が完成しました。牛から抽出した油がこちらです。今日はいぶし銀銀丸が撮影補助予定だったんですけど、まだ来てません。急遽撮影補助は暇人キッチンにお願いしています。これから劇薬を使用するので、マスクと手袋、ゴーグル着用です。まずは活性ソーダを測ります。そこに精製水を加え溶かします。この時に熱を発して高温になるので注意が必要です。現在69度まで温度が上がっています。次に牛脂を火にかけ40度に温めます。活性ソーダの温度も同じにして両方を混ぜ合わせます。あとは20分くらいひたすら混ぜ合わせます。徐々に色が変わってきました。あとはこの液体を型に流し込みます。今回はこちらのファイトクラブの型を用意しました。これ分かってますかね。ちゃんと飯入ってる。こんな感じの柔らかい素材です。型に液体を流し込みます。あとは冷蔵庫に入れて1日くらい置いて固めます。今取り出してきました。いい感じに固まっています。それでは型から取り出してみましょう。いい感じに完成しました。しっかりと文字も浮き出ています。まだこれで完璧な完成ではなく、さらにここから風通しのいい場所で1ヶ月くらい置いて乾燥させます。ということで1ヶ月の乾燥が終わり、ついに完成しました。作りたては少し柔らかい質感でしたが、乾燥させることで硬さが増した気がします。それではいただきます。
今日はアイルランドで古くからホップと麦芽の産地として有名なカーローの中心部にあるブルワリー、オハラズブリュワリーのオハラズアイリッシュレッドを飲んでいます。カラメルのような濃い赤茶色です。干しぶどうやプルーンのような濃い甘みがあり、苦味とのバランスが取れています。口当たりが良くコクがあります。今ぐらいの時期に外で飲むのにぴったりかもしれません。あまり夏の暑い日に喉を潤すタイプのビールではないかもしれません。さすがに石鹸を食べることはできないので、今日は鶏平の鶏肉を用意しました。群馬といえば鶏平ですよね。群馬県民であれば鶏平の弁当は一度は食べたことある人が多いと思います。地域の集まりとか部活の弁当とかで鶏平が用意されること多いです。今日はあえて大きな鶏ももが売っていたのでこれを食べてみます。これは手の汚しがいがありますね。せっかくなのでタレもたっぷりかけていただきましょう。これを素手でベタベタにして食べるのは悪いことをしているような不思議な感覚です。でもここまで汚れてしまえばもう関係ありません。甘じょっぱい濃厚な焼き鳥のタレが今回のビールとよく合います。身がほぐれるように柔らかく、子供からお年寄りまで食べられます。この皮もプルプルで脂が乗っていてジューシーです。弁当も美味しいですけど、実は焼き鳥もおすすめです。ごちそうさまでした。ということで手もバッチリ汚れたので石鹸を使って手を洗います。これは洗いがいがありますね。思ったより泡立ちが悪いです。水としっかりとこすると少し泡立ちます。手の油っぽさはしっかりと取れて嫌なベトつきはありません。洗い上がりは少ししっとりとした感じがあります。これはいい感じです。機会があれば豚や鶏の油で試してみても面白そうです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛脂石鹸いかがでしたか？最後までいぶし銀銀丸が来ませんでした。心配です。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。